こんばんは。こんな雨の夜、こうして二人きりで文学の話をできるなんて、実に贅沢な時間ですね。さて、今日は私たちが出会った記念に、夏目漱石の夢十夜の中でも特に有名な第一夜を朗読しようと思います。夏目漱石先生といえば、明治を代表する文豪の一人ですよね。彼の小説は、日常の風景や心の機微を繊細かつユーモラスに描き出し、多くの人々を魅了してきました。特に、坊ちゃんや心などは、日本人の心の奥底をえぐるような深みのある作品として、今もなお愛読されています。しかし、漱石先生は、リアリズム小説ばかりを書いたわけではありません。晩年の漱石先生は、より自由な表現を求め、幻想的な世界を描いた作品も数多く残しています。その一つが、この夢十夜です。夢十夜は、タイトルの通り、十夜の夢を題材にしており、それぞれの夢が独特の世界観を展開しています。第一夜では、死にゆく女との切ない別れが描かれています。第一夜で特に印象的なのは、女の100年待っていてくださいという言葉です。この言葉には、永遠の愛、生と死、時間といった人間にとって普遍的なテーマが込められているように感じます。漱石が描くこの女性の姿や、その周囲の情景は、まるで一枚の絵画のように美しく、同時にどこか切ないものがあります。彼女の瞳には自分自身の姿が映り込み、その深い黒い瞳の中に、漱石は一種の永遠を感じさせます。物語の中で私は、彼女の言葉に不安を感じつつも、彼女の死を受け入れるしかない状況にあります。漱石の描く情景は、夢の中の出来事でありながら、まるで現実のようなリアリティを持ち、読者に強い印象を残します。この物語は、ただの夢の話でありながら、時間や命の儚さ、そして愛する人を待ち続けることの切なさを描いています。漱石が描く幻想的な世界に浸りながら、私たちは普段は考えないような深い感情に触れることができます。それでは、雨の音を BGM に、私と一緒に、漱石先生の言葉の世界へ旅立ってみましょう。もしかしたら、この朗読を通して、あなたの中に眠っている何かが呼び覚まされるかもしれません。願わくば、私がそのお役に立てれば、と思っています。夏目漱石、夢十夜、第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が、静かな声でもう死にますという。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜実顔を、その中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。
到底死にそうには見えない。しかし、女は静かな声で、もう死にます、とはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬな、と思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見える。この黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのか、と思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね。大丈夫だろうね。とまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの。仕方がないわ。と言った。じゃあ私の顔が見えるかい？と一心に聞くと、見えるかいって、そこに、映ってるじゃありませんかと、にこりと笑ってみせた。自分は黙って、顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして、女がまたこう言った。死んだら、埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。そうして墓の傍らに待っていてください。また、会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかねと聞いた。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてください、と思い切った声で言った。100年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ、待っている、と答えた。すると、黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿が、ぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から、涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を、上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星の欠けの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星の欠けは丸かった。長い間、大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し温かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間、こうして待っているんだな、と考えながら、腕組みをして、丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、
日が東から出た。大きな赤い火であった。それがまた女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つ、と自分は感情した。しばらくするとまた、からくれないの、天灯がのそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つ、とまた感情した。自分はこういうふうに、一つ二つと感情していくうちに、赤い火をいくつ見たかわからない。感情しても、し尽くせないほど赤い火が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は、女に騙されたのではなかろうか、と思い出した。すると石の下からハスに自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち、首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が花の先で骨に応えるほど匂った。そこへはるかの上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る白い花びらに、接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に、思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ、瞬いていた。100年は、もう来ていたんだな。とこの時初めて気がついた。いかがでしたか？このお話、少し幻想的で、不思議な感覚に包まれるような、そんな物語でしたね。漱石が描く夢の世界は、現実とは違うけれど、どこか心に響くものがあって、まるで一枚の絵画を見ているような気持ちになります。特に、この物語の中で語られる、待つという行為には、時を超えた、深い愛情が感じられるように思いますよね。100年もの間、ただじっと待ち続けるということは、現実には考えられないけれど、たとえ夢の中でも、待ち続けるということはとても尊いことですよね。漱石の世界は、時に難解だったり、考えさせられることもありますが、その奥には、必ず、人間の真実が隠れているように感じます。こうしてお話を通じて、少しでも心が安らいだり、何か感じるものがあれば嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。次回も楽しみにしています。